皆さん、こんにちは、エマです。このポッドキャストでは優しい日本語でいろいろなトピックについてお話ししています。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？今日のトピックについてお話しする前に皆さんに謝りたいことがあります。この前レッスンについてお話ししたんですけど、私のオンラインレッスンですね。ちょっと始めますって言って、もう5日くらいですぐにリンクを消しました。本当にごめんなさい。何人かコメントでリンクがありませんって送ってくれた方がいらっしゃるんですけど、一回新しい予約をストップさせていただいてたんですね。で、そのことについて最初に謝りたいんですけど、今はカフェトークっていう違うサイトを使って新しくレッスンを始めてます。なので、もし、まだ私の授業気になってくれている人がいたら、ぜひカフェトークから、授業を予約してくれると嬉しいです。本当にありがとうございます。もうね、たくさんの方が予約してくれて、すごく嬉しかったです。もうみんな、本当に優しくていい人たちで、私のね、もうちょっと緊張を逆にほぐしてくれる人がたくさんいて、本当に助かりました。これからも新しい生徒さんもすごく嬉しいし、この前来てくれた方もまた予約してくれたらとっても嬉しいです。で、早速今日の本題、今日のトピックについてお話ししていくんですけど、なんでリンクを消したのかっていうことですね。なんで新しいレッスンをストップしたのか、そういうことについてお話しします。で、一言で言ってしまうと、私の銀行口座がブロックされました。私の銀行口座。皆さん、銀行っていうのはバンクです。バンク。口座はアカウントです。なので、銀行口座はバンクアカウントなんですけど、とにかくそれが凍結されました。凍結。凍ったんですね。ブロックされました。日本語では凍結されるって言うんですけど、とにかく私の銀行口座が凍結されてしまって、もう全く使えなくなってしまったんですね。で、それはネットバンクみたいな感じで、インターネットのサービスだったんですけど、そこにレッスン料振り込んでいただいたり、あとは他のお仕事の、ドルですね。円じゃなくて、ドルのお金が入ってたんですね。それが凍結されたので、私は全く使えなくなってしまったんです。で、最初に言っておきたいのは、今はもうブロックが解除されて大丈夫になりました。全部戻ってきたので安心して聞いてくださいね。で、とにかく凍結されたんですね。で、その凍結された理由、なんで凍結されたのかっていうのが全くわからなかったんですよ。メールでもそんなに詳しくは書かれてなくて、ただただもうお使いいただけません。そんな風にメールが送られてきたんですね。で、一つだけ思い当たるものがあったんですけど、何かというと、その凍結される直前、ちょっと前にメールで個人情報の書類を提出してくださいっていうメールが来たんですね。個人情報っていうのは私の名前とか、私が住んでる住所とか、私の生年月日、生まれた日ですね。そういうのが書かれてる書類が必要だったんです。例えば、パスポートとか免許証、ドライバーライセンスですね。そういうのが必要だっていうメールが来たので、私は免許証を出したんですよ。免許証の写真を撮ってアップロードしたんですね。そしたらその3分後にブロックされました。で、私が気づいたのは次の日の朝だったんですね。私はもうすっごく眠たかったから、もうアップロードしてすぐにスマホを置いて寝たんですよ。だからもう朝起きた時にそのメールに気づいて、え、
やばいってなったんですね。凍結されたっていうのに、朝起きてすぐ気づいて、もう私は軽くパニックですよ。私はもうね、何にもできなかった。ただただその画面を見て固まって、どういうこと？なんでブロックされたのってなったんですね。だって全く私悪いことしてないし、ちゃんと免許証出したし、全部本当のことだから嘘もついてないし、なんでブロックされたかが全くわからなかったんですね。でも、それが土曜日だったんです。土曜日。だから、もちろん会社も休みで、コールセンターもつながらないんです。電話してもダメだし、メールしてもダメだし、返事は返ってこない。だからもう私はね、一人でもさ、抱えきれないから、すぐに友達に連絡したんですよ。どうしよう、凍結された。お金全部なくなっちゃったっていう風に連絡したら、友達がね、もうすごく優しい子なんだけど、あの、近くにそういうのに詳しい人、そういう銀行とかに詳しい人、よく知ってる人がいるから聞いてみるねって言ってくれて、聞いてくれたんですね、その日に。でもですね、その人から返ってきた返事は、多分無理だったんですね。もう多分戻ってこない。残念だけど、諦めた方がいいっていう言葉だったんですね。もう私もでも正直、なんとなくそんな気がしてて、もう多分ダメだろうなーって思ってたんですね。だから正直、ショック？悲しいとか泣きたいとか、そういう感情よりも、もうね、感情を失いました。本当に何も感じない。あー、そっか、もうダメなんだなって感じになったんですね。もうさ、なんか、なんて表現したらいいのかわからないけど、とにかく今まで体験したことがないようなストレスでしたね。もう何も感じない。ご飯も食べられないし、寝れないし、もちろん気になっちゃって。だからね、気づいたと思うんだけど、めっちゃ痩せました。冗談抜きで、ここ1週間で2キロぐらい落ちたんですよ。食べなくて、ご飯を。ショックでね。だからそんな感じ。本当に大変だったんです。ここ4日間ぐらい。でも友達も、ダメ元でも、ダメだとしても、月曜日に一旦電話した方がいいって言ってくれたので、もう電話したんですね、すぐに。私は月曜日になって、もうすぐに電話したんだけど、繋がらなかったんですよ。びっくり。もう繋がらなくて、どうしようってなって、またお昼回ったぐらいにですね、もう根気強く、30分このまま待ち続けたんです。これ電話マーク。電話。電話をこうやって30分待ったんですね。そしたら繋がったんですよ。しかも、その出てくれた人がめっちゃ優しい人で、すごくもう泣きそうな私を励ましてくれて、きっと大丈夫です。多分大丈夫ですって言ってくれて、とりあえず何があったのか教えてくれって言われたので、私はその個人情報の証明書を送ったらすぐにブロックされてましたって言ったんですね。朝起きたらそのすぐにブロックされたっていうことに気づいて、で、土曜日、日曜日我慢して、今月曜日電話してるんですけど、正直どうしたらいいのかわからなくて、みたいな感じでもう言ったんですね。そしたら、その人が言った言葉は、多分システムが勝手にブロックしましたねって言ったんですね。もう私は正直びっくり。え、そんなことあるって思ったんですね、正直。でもそんな風に思っただなんて言えないじゃないですか。今助けようとしてくれてるから、そんなこと言えなくて、私は、そうなんですね。わかりました。どうしたらいいですかみたいな感じで聞いたんですね。そしたらその人が
ブロックを解除してくれる、アンブロックしてくれるように申請してみる。メールを上に送りますっていう風に言ってくれたんですね。でも100% 戻ってくるとは限らないし、もしかしたらこのままなくなってしまうかもしれないっていうのも言われました。でも3日以内に多分戻ります。もう大丈夫。全部大丈夫になります。っていう風に言われたんですね。なので私はもうその人の言葉を信じて3日待つことにしました。月曜日、火曜日、水曜日、待つことにしたんですね。で、私はありがたいことにレッスンを予約してくれた人がたくさんいたから、すごく忙しかったんですね。だから正直口座のこと、銀行口座のことを考える時間がなくて、もうただただ私はもうレッスンのことを考えてたんです。皆さんとお話しすることを考えてたので、そのおかげでそこまで落ち込まずに済んだんですね。いつも悲しいこととか起こったら私はもうどんよりしちゃうタイプなんですけど、皆さんのおかげでもうずっとこんな感じ。あ、元気、ずっと元気みたいな感じで、はい、過ごせました。で、私の授業をもう半年以上かな、かなり前から受けてくれてる人がいるんですけど、その人に相談したらね、なんかその人も、周りに凍結された人がいる、ブロックされた人がいるし、みんな解除されてるから、アンブロックされてるから、多分あなたも大丈夫だよって言ってくれたんですね。もう私はね、そうやって優しい言葉をかけてくれた生徒さんのおかげで大丈夫だった。落ち込まずに済みました。本当に皆さんもありがとうございました。で、まあね、どこまで話したっけ？とにかく、そんなことがあってドキドキしながら待ってたんだけど、火曜日にですね、電話をした次の日に、もうすぐに解けました。凍結が解除されました。アンブロックされました。なので今まであったお金ももちろん私のところにちゃんと戻ってきたし、そのアカウントも使えるようになりました。なのでもう安心なんですね。でもだからといってこれからもその会社を使いたいかと言われたらちょっと怖いからもうやめました。で、そのカレンドリーでレッスンをするためには、その会社を使う必要があったので、もうちょっとカレンドリーは使わずに、今はカフェトークに移ったっていう形になります。もう本当にご迷惑をおかけしてしまってごめんなさい。とにかく良かった。もう安心しました。もう正直こんなに心臓がバクバクというか、ドキドキというか、もう不安だったことが今までないかもしれないっていうくらい不安でした。もうストレスがものすごくて。でも、ストレスも皆さんのおかげでシューってこんな感じ。全然大丈夫だったんだけど、とにかく本当にご迷惑をおかけしてしまってごめんなさい。もう今は完全に OK になったので、大丈夫になったので安心してください。でも私から皆さんに言いたいことは、皆さんもそういうインターネットのサイト、バンク、銀行みたいなものに置いておくのってもう正直怖いから気をつけてください。なんか安心なとこだったら大丈夫だけど、本当にインターネットしかないみたいなところは結構ね、不安が大きい気がする。私はもうちょっと怖くて使えないので、はい。そんな感じ。皆さんも本当に気をつけてください。で、最後にもう一つだけお話ししたいのが、今回のこの事件ですね。このトラブル、ものすごいストレスだったんですけど、そのストレスを解消するためにというか、ちょっとでもマシにするために、私がずっと心の中に置いてた言葉があるんですね。
座右の銘って言うんですけど、こういう悲しいこととか不安なことが起こった時に助けてくれるような言葉。皆さんにも絶対一つはあると思うんですけど、私の座右の銘はなんやかんや耐えるっていう言葉なんですね。これは私が8年前、7年前くらい、高校生の時に出会った言葉なんだけど、大好きな YouTuber さんがいて、私には本当に好きな人がいるんですね。で、その人がなんやかんや耐えるっていう言葉を使ってて、もうそれからずっと私の座右の銘なんですけど、これは、まあ、なんとかなるでしょう。多分大丈夫でしょう。っていう言葉なんです。で、私がなんでこの言葉が好きかというと、私は絶対大丈夫っていう言葉がすごく怖いんですね。絶対って言われてしまうとすごくプレッシャーを感じるというか、私は結構完璧主義でいつも 100% を求めてしまうから、すでにそんな感じなのに、さらに座右の銘でも誰かの言葉としてそういう 100% の言葉を持ってると、すごくちょっと苦しくなっちゃうんですね。全部 100% になっちゃって。だからその人の言葉は不確かな言葉 ?100% じゃない。まあ80%、90% ぐらいかな。そのくらいのちょっと余裕があるような、隙間があるような言葉が私は好きで、その方が私の心を守ってくれるんですね。こういうトラブルがあった時にも、なんやかんや耐えるっていう不確かな言葉を心の中に置いてたら、本当に大丈夫な気がしてくるんです。だから私の座右の銘は、それ、なんやかんや耐える、なんとかなるっていう言葉ですね。まあ皆さんにもきっとストレスを感じてしまうこととか、不安になってしまうこととか、悲しくなってしまうこととか、たくさんあると思うんですけど、もしね、皆さんが結構 100% を求めてしまう人なら、私みたいに何か不確かな 100% じゃない90%、80%くらいの言葉を心の中に持っておくと、すごく助けてくれると思います。私のおすすめです。なのでもし何か座右の銘欲しいなって思ってる人は、なんやかんや耐えるをこれから心の中に置いて過ごしてみてください。そしたらきっと本当に楽になると思います、心が。私のおすすめです。本当に私の大好きな大好きな YouTuber さんなんですけど、もうこれからもね、その人の言葉を胸に生きていこうと思います。じゃあ今日はこんな感じで、ちょっと私の身に起こったこと、大変なことと私の座右の銘ですね。なんとなく紹介したくなったので、座右の銘も一緒に紹介しました。いかがでしたか？今日も楽しんでいただけましたかね？最初にもお話ししたように、これからはカフェトークでレッスンを受け付けてるので、もし気になる人はぜひ私に会いに来てくれると嬉しいです。楽しくリラックスしながら一緒にお話ししましょう。では皆さんお会いできるのを楽しみにしてます。今日の動画もいいなと思ってくれた人は、高評価、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。では皆さんまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。いい一日をお過ごしください。じゃあね。